まあ前も見てもらったらわかるけど、前にも来てもらったチャーリーに今回も来てもらいました。もうみんなチャーリー好きと思うし、いっぱいライクもコメントも来たから、またチャーリー呼んで来てもらいました。ありがとうございます。Thank you for having me again, guys. Of course, of course. 最近どう？最近元気にしてるけど、元気にしてる？まだ就職仕事探し頑張ってます。やっぱ仕事探し難しいカナダ。めちゃくちゃ難しい。へー。いやもうえぐ難しい。あ、そうなんや。なんか俺はまだそのシーズンじゃないからあんまりわからんけど、今実際チャーリーがそのほんまに就職してる最中やん。ほんま今のその仕事の難しさとかゲットする難しさとかわかると思うけど、やっぱ難しいんや。いやすごい難しい。僕はやっぱ大学いた時、もう今年卒業したんだけど、いた時にはもうとりあえず卒業した時に就職できるようにインターンシップをいっぱいやろうって思ってインターンシップ3つやったんだけど、その在学中に、大学おる時に、在学おる時に、でもやっぱり今のマーケット、今の経済にカナダの経済がすごいひどくて、それでも見つかんない感じかな。やっぱりなんか日本人がよくなんか言うのは、海外大学行ってもし海外で仕事したいなら、いっぱいそうやってインターンシップとかやったらいいよってすごい聞くけど、そうだね、やっても無理なんや。そうだね、多分今の時期が多分特にきついのかなと思うけど、やっぱ昔だったら普通にインターンして、そのインターンした会社からオファーもらったり、そのなんていうの、もうこの人はインターンっていう経験があるからやっぱりそれが本当の仕事に活躍、つながるっていう面では見られてたけど、特に今は例えばコロナの時から就職できなかった実際の経験がある人たちが今になっていっぱいこうアプライとか応募とかして、やっぱ今すごいそのなんていうの、その仕事にアプライするプールの人、その人々が結構いろんな経験の人がいて、ジュニアの人もいればシニアの人もいれば、普通に結構なんか単純な仕事でもシニアの人もアプライしてるから、結構コンペティティブになってきちゃってるわけで。そっか、やっぱアプライしてる人が多いんや。単純にすごく多い。特にカナダは仕事の数が少なくて人が多いから。そうよな、人多いよな、やっぱりな。厳しい、めちゃめちゃ厳しい。そうよな。だってもうチャーリーとかほんまに結構いろんな経験あると思うんやけど、そうやってもういろんな言語も喋れるし、で大学も出てインターンシップも出て、どうなってるんカナダほんまに本当にもう見つかんないって感じかな。あといっぱい言われてるのが、やっぱその実際にその日本とか中国と違ってそのやっぱそのなんていうの、成績、とか行った大学が結構大事じゃない。その例えば早稲田行きましたとか、東京大学行きましたとか、それもなんか最近それよりネットワークが結構大事になってきてるわけで、なんか結構知ってるコネクションとか、どれだけそのなんていうの、会社に知り合いがいるとか、そういうのが結構カナダとかアメリカでもそうかなって思うけど、やっぱアジアと比べてちょっと違うっていうね。そっちの方がやっぱ人として知られてたらそっちの方が有利かもしれないっていうのがこっちでもあるから、やっぱ LinkedIn が結構なんかめっちゃ力入れないとダメな時代だと思うんですよ。そうなんや。リンクドイン LinkedIn あんまり日本じゃ聞かへんよな。あんまないね。こっちではなんかコーヒーチャット、LinkedIn、いわゆるそのビジネス用 Facebook みたいな、ビジネス用のなんていうの、Instagram みたいな。へえ、そんなんあるんや。そう、それで知らない人とかにコーヒーチャットしませんかみたいな、あなたのキャリアにすごい興味を持ってますみたいな。でコーヒーチャットっていうのは例えば Zoom とか、実際にインパーソンでもなんていうの、そのコーヒー買って一緒にちょっと話したりするんだけど、その会社の人とかと。そうにどんな仕事をしてますか、日々なんていうのは、どんなこう会議とかミーティングとかしてどういう風にどういうところが好きとか、そういうのいっぱい聞けるんだけど、本当の目的っていうのはその referral をゲットするっていうなんていうのっていう面で、なんかこういうちょっとやろうっていう人が多いけど、やっぱ学ぶっていうのがやっぱその方が大事かなとは思う。実際どんなキャリアかどうかとか、それの方がやっぱに意識した方がいいと思う。やっぱフェイクな人が多くて最近は。そうなんや。とりあえず referral、 そのなんていうの、内定じゃないんだけど、その実際にその
会社に勤めてる人が、うんこの人おすすめしますって言って、インタビューとか面接をもらうっていう形式が結構こっちの方がなんていうの有利、確率高いんか。確率高い。そっか。やっぱりなんか俺は日本でずっと育ってきたからさ、やっぱりいい仕事したんやったらもうこの大学に行けとか、いっぱいこの大学とかあるんやけど、俺こっち来てびっくりしたんがやっぱ UBC とか、やっぱ結構すごい有名な大学やん、世界的にも、有名な大学を卒業してても仕事見つからんって人とかもおって、いやマジかって思って、俺の中からしたらやっぱ東大とかあるやん、日本やったら東大出てて仕事見つかってないもんと同じやから、もうそんなん俺からしたら考えられへんから。そうだよね、日本だったらありえないよね。日本からしたらなかなかありえへんと思う、けど今それがカナダで起きてるんや。そうやっぱりちょっと厳しいね。 UBC っていうのは結構すごくて、でも特にコンピューターサイエンスとかビジネスのメジャーはやっぱ難しいかな今。経済面で多分一番ひどいかな、カナダ自体が。カナダ時代だ。そっか。まあそれが今ちょうどチャーリーがやってる就職活動と重なってるって感じで、ちょっと大変な時期みたいな感じか。そうだね。そっか。でもまあ仕事ないっていうのは楽しいっていうところもあるけど、自由で。そっか。でもさすがにお金がなくなるとやばいってなるからけど、まあ今はまだ大丈夫かなっていう時点かな。でもやっぱ仕事欲しいかな。そうよな。ちょうどアメリカとかも行ってなかった？そうアメリカとか行って。旅行しに行ってた。そう結構チャーリー旅行よく行くよな。そうだね。そんな最近学校、在学の時はそんなに行ってなかったけど、卒業してから結構アメリカとか行くようになって。そうなんや。いやとりあえずまあなんていうの、バンクーバーけど結構シアトルも近いし、ポートランド多分車で5時間だけど、やっぱその世界観とかつけるために、やっぱアメリカ行ったりヨーロッパ行ったりと、そういうのが結構大事だと思うから、アメリカ行ったらやっぱすごいのがね、本当にアメリカの方がお金がある。なんかそう感じるんや。そう感じる、本当に。国としてなんかめっちゃ田舎のところになんかでっかいウォーターパークとか、あとなんかそのバンクーバーってその他の都市とかもあるじゃん、バーナビーとか小切ったら大体何もないじゃん小切ったのって、お店とか美味しいレストランとかいっぱいあるけど、なんかコロコロその店の名前が変わったりオーナー変わったりとか、変わるな、すぐ変わるけど、なんかアメリカだったらそのポートランドでも周りのビーバー店とか、そこら辺もなんかくら寿司あったり。ほんまにくら寿司あるんや。ビーバー店っていう、そのポートランドのすぐ近くにある都市にナイキのヘッドクォーターズがあるんだけど、そのなんかくら寿司があるとか。面白い。なんかもし日本からカナダに留学してて、バンクーバーに留学してて、チャーリーやったらどこをおすすめする？バンクーバーからあんま遠すぎず。そうだね。チャーリーの今まで行ったことある中でやったら。やっぱバンクーバーに来て、バンクーバーいろいろ楽しんでスタンレーパークとか行くけど、ビクトリアも結構美しいと思う。カナダを味わうにはビクトリアとか、なんかビクトリアちょっとカナダって感じするよな。そうすごい。で周りのなんていうの、他の国とかアメリカ人ってめちゃめちゃそのバンクーバー外の人たち、例えばトロントから来た人、みんなバンクーバーすごい美しいっていう、みんなもう本当にすごい、なんかなんていうの、その山とかすぐそばにあるし、やっぱいろいろ天気がいいとか、夏の時だけどね、でもやっぱビクトリアとかバンクーバーを実際味わって、シアトルも一応行ってみた方がいいけど、結構バンクーバーと似てる部分があって、車で行くとしたら3時間で行けるけど、飛行機だったらもうすぐ1時間以内に行く。いいね。どこだろう、トロントも一応行った方がいいと思うけど、アメリカの方がやっぱすごいと思うところがあるな。でもやっぱなんか日本人からしたらやっぱ国を越えるってすごいなんか大変なことなんかなって思うけど、カナダからアメリカってやっぱ結構行きやすいよな。行きやすいすぐそこにある。ビザも必要かどうか分かんないけど、カナダ人だったら普通にもうボーダークロスできる。日本人やったらエスタってやつがあったら入れるんやけど、もうでもそんなんすぐ登録できちゃうから。ネットでネットでもうちょっと
6ドルぐらいかな払ったらもう大丈夫やから。なるほどね。そうだからほんまにカナダにおる日本人とかも結構アメリカ行ってほしいなってすごい思うねんな俺も。やっぱ本当に行ってほしい、アメリカの方がやっぱポートランド結構おすすめする。シアトルが、ポートランド、そうシアトルが結構似ててバンクーバーと。あ、そっか。行ったことないんだったら行ってみた方がいいと思う。でもポートランドが一番おすすめ。おすすめ。ポートランド行ってみたいな。俺も行ったことないねんな。本当になんか宇和島屋っていう、いわゆるそのポートランドの TNT ではないけど、その1950年代に移住した日本人がそのやってて、宇和島屋って日本のそのなんていうのグローシリーズとか売ってて、めちゃめちゃいいものだと。普通になんていうの弁当とかおにぎりとかTNT もすごいけど、日本ジャパニーズ系だったら宇和島屋行ってみた方がいい。ああ、それがポートランドにあるんや。そうポートランド、シアトルにもあるかな。でも分かんない。まあでもそうね。じゃあ結構日本人とかも多いんかな、あっちも。こっちにバンクーバーに比べたらそんなにない。そっか、バンクーバー多いもんな。バンクーバー特に多い。最近結構多くなって多い、まあせやな。今日本題に入っていきたいと思うんやけど、早速というか結構喋ったけどまあでも今日の本題はそういう日本人とかがカナダに来て、俺とかもすごい思うんやけど、スラングっていうのはなんかあんまり教科書で習わんことやから、なんかあんまり分からんのやけど、なんか俺チャーリーとかと前のポッドキャストで喋ってて、なんかちょこちょこ分からん言葉があったんよ。なるほどね。その一つ目が Walk in the Park、みたいな言ってて、なんか全然違う話してんのに急になんか公園の中歩いていくみたいな、どういうことみたいな。その時はちょっと流したけど、ずっとモヤモヤしてて、Walk in the Park、 あれはスラング？あれはフレーズだね。フレーズ？スラングっていうよりも、なんか表現みたいな。表現。 Walk in the Park は簡単みたいな。公園で散歩みたいに簡単みたいな。どういうこと例えば、Oh, that's a piece of cake. It's like あれはマジ簡単すぎて、もうケーキのスライスと一緒だみたいな。どういうことケーキ切るぐらい簡単だぜってこと？そうだね。なんか甘くて、なんかデザートだからすごい楽みたいな。That's a piece of cake. そう。それが簡単？そう、簡単。piece of cake, walk in the park, that's no biggie とか。スラングっていろいろあるじゃない、結構。でそれをやっぱ日本人とか英語話せない人からしたら、英語学んでる人からしたら、いやむずいなって思う。むずいというか、だってなんかウォークインザパークは言ってる意味分かってるけど全然意味ちゃうやん。言ってること分かるけど意味違うから。公園歩いてないっていう。そう、公園歩いてない。なんかさ、前何の話してたっけなんかビジネスかなんかの話してんのに急に公園歩き出すから何の話してんのかなとか思ったけど。そうだね。いろいろスラング結構大事な。それはやっぱ Walk in the Park はスラングよりフレーズかな。やっぱスラングとかだったらこっちの若者とかはキャップとか、なんかいろいろ TikTok でバズった言葉とかもいろいろあるんだけど、それに対処する、それになんていうの、それをどう吸収できる方法があると考えたら、とりあえず英語の TikTok 入れてそれを見まくる。いや、わかるわ。なんか俺もなんか英語の TikTok とか見出してからちょっとみんなに追いつけるようになってきてると思う。そう、なんかやっぱりなんかなんやろ、それ勉強と思うけど、意外といいよな。そうだね。悪いとは言わへんよな。そうだね。あとやっぱり実際カナダにいる人たちとかにおすすめするのは、実際に聞いた方がいい。例えばカナダ人の人といて、なんか Oh, that's a walk in the park、ちょっと待ってって wait, what does that mean? って言って聞いた方がいいと思う。いや、そりゃそうよな。だってもう分からんもん。そうで、実際それをなんか使い間違えたら、なんかちょっとなんかなんだろうな、ちょっとまずい場面になっちゃうかもしれないから、ちゃんとそれをなんていうの明らかにしてどういう意味かどうかを聞いた方がいいと思う。あとなんか TikTok 見て、やっぱ TikTok 見ると、こういうシチュエーションにこういう言葉が出てきたっていう、そういう脳の中でなんていう連携できて、やっぱ身につきやすくなると思う。あと TikTok も何時間もこう見て楽しいじゃん。楽しいな。見ちゃうな。そう見ちゃう。
俺も最近日本のなんかスラングが全く分かんない。こっちに10年間いるから、なんかもうなんか僕の日本語っていうのも平成時代にも止まっちゃって平成で止まってる。本当にもう全然今の見たら分かるけど、なんかなんだっけな、思いつかないけど、いやまあ結構日本も多いよな、そういうスラングとか。なんかもうオワコンとか言う、オワコンちょっと古いか。オワコンちょっと古いかもしれんわ。オワコンめっちゃ、それが俺が日本にいた時に結構使われてたから、やっぱ今も同じで、なんかミームとか、流行りのなんかの面白いのあるじゃん。なんか例えば俺がいた時は野々村とか。野々村な、懐かしいな。泣いてる議員な。そうもうなんかこの国のためにとか、ああいうのがさ、多分昔はなんか3ヶ月こうの間では面白いじゃん。面白かったな。野々村なんだっけ、選挙議員。なんかおった。俺もあんま覚えてないけど。今はマジ1日でコロコロ変わる。そういうの流行りのなんかとか。なんかこっちなんか6、7そう、あれマジであれなん俺もう年かなって思った、本当にあれあれ見てあれなんていうの、なんで6、7言ってるか分かるけど、もう年かなって思ってるもうちょっと笑えんくなってきた。そうちょっとうるさいかなって思う。ちょっとうるさいちょっとうるさいかな。でもやっぱそれは俺も例えば16とか17の時になんかリルパンプのグチゲンとかめっちゃ言ってたし、だから俺も自分もなんていうの、だんだん大人になってきて、ちょっとそれにはなんていうの、また違うそのなんていうの、でも分かる違う年齢に入ってきて、やっぱ分かんなくてもういい。なんか6、7も俺からしたらあんま意味分かんないけど、若者からしたら意味分かるし、すごい楽しんでそうだから大丈夫。でも知ってるだけでもだいぶ若いと思うけどな。多分分からんと思う、大体の人が。いや本当に俺も聞かれるもん。なんか同年代の人たちとか、インターンシップ結構最近終わったんだけど、みんな1歳2歳とか3歳下でもう22とか20歳とかの人たちが多くて、でその人たちとつるむときはみんな6、7分かるけど、同年代の人たち25とかはもう分かんない。チャーリー説明してって説明して俺もバカなの。So there's this video of like this basketball game. だから俺もバカじゃん俺。25でこんなの説明して何してんのって感じ。でもやっぱりやっぱミームは大事かなと思う。でもコロコロすぐ変わる。追いつけない本当に。そういうな、結構変わるよな。まあでも結構そういうウォークインザパークとかは結構長い間使われてる。それはフレーズとして。それはフレーズとしても長く使われてる。結構全然使う人もおる。それもなんか初めて聞いた時に意味はちゃんと分かって、自分もこういう場面で使った方がいいかなとか。例えば、Oh, that's you do a 3K or 5K run. That's a walk in the park. Oh, 5キロのランニングは余裕だ。じゃあ次は Oh, that test, it was a walk in the park. で使ってみたら身につくと思う。でもやっぱ言語を習うとき、英語を習うときっていうのは、そういうちょっとしたなんていうの、こういう意味なんだっていうのが重なって話せるようになると思う。そう、なんか俺なんか高校の頃とかやっぱスラングとかちょっとみんな使ってるから使いたいやん。でそれでまあ例えばウォークインザパークとかやったらちょっとウォークインザパークみたいに言ってみてちょっと恥ずかしなんでんな。使ってるかなみたいな。そうちょっと使っちゃったみたいな、スラング使っちゃったみたいな。周りはまあ多分普通やからそれが、でも俺からしたらちょっとウォークインザパークみたいな言ってて、使っちゃったみたいな。でもそれもやっぱちゃんと意識してやっぱ周りのリアクションを見た方がいい。それに合わせて次使おうかな使わないかなっていうのもなんていうの、ラーニング伸びると思う。やっぱでも使うこと俺大事と思うな。本当に使わないとほんまに身につかんと思うし。そうだね。結構他になんかスラングとか考えつくやつある？なんか今のもう僕25でもうなんか20歳ぐらいの人はもう若者って言うんだけど、なんか若者からしたら俺めっちゃ年上だから、なんかこうやって説明するのもちょっと恥ずかしいけどそっか。なんか流行ったのがなんかめっちゃ新しいのなんか常に出るの。常に出ると思う。あとなんだっけな、なんかタイプシェットとかキャープとかそういうのも多分大体古くなってきてると思う最近。だから俺もちょっと年
かもしれないけど、なんかキャップは嘘、うん、タイプ C はその調子みたいな、うん、that's タイプ C、right? でも言ったらちょっと俺が言ったらちょっと痛いかなって思うようになったりもうその年になってきた。そうだからでも俺そういうのなんか結構たまに日本人と、こっちにおる日本人とつるんでて、結構まあいい年した人がやっぱ使ってたりするんよ。だからそれちょっと気まずってなるんよななんかちょっと気まずくなっちゃうのたまにあらへん絶対あるやんじゃんその反応なんかそのI don't know if I can say this, but なんか、ファッキングみたいな。まあ、そうやな。This is fucking crazy. F ワード多いな、日本人な。ちょっと。知り合いの日本人が、ラーメン屋さんで働いてて、その、お客さんから、その、なんだっけ、そのオーダー20分前にしたんですけど、みたいな。We ordered like 20 minutes ago. Yeah. で、前の日にちょうど It's so fucking busy っていうのを習ってそれを逆に言ったのOh yeah, so fucking busy right now つってで、白人のお客さんが顔してそう俺これ日本人ほんま多いと思うもうやっぱ使いたいねんその F ワードもう使いたすぎてでも日本と違って日本で今マジ忙しいみたいなの言ったらそうこいつありえないってそんななお客さんがこれ20分ぐらい前にオーダーしたんですけど注文したんですけどどこ行ったんですかいやめっちゃ忙しいねんな思うもうクソ忙しいねんとかでもこっちだったらやってること一緒やからな、でももっとよなでもこっちだったら、まあ、家族だったらこいつ何ってなるけど、まあなんかチルな男たちとか、こうジャパニーズの人が「Oh, it's so fucking busy」って言ったら逆にウケるかもしれないこっちはウケるチャンスがあるそれウケるっていいことなんかなそれはもう笑われてるだけちゃう So fucking busy Oh, this guy's super chill なるかもしれないまあそうなるかもしれんなカナダやからこそやな北米やからこそやけどやっぱなんかまあ俺結構こっちで日本人とかカナダで日本人とか関わること多いけど、ちょっとやめといた方がいいんちゃうかなと思う時多いな、そうだね、ちょっとまあでも年とか関係なくちょっとまああんま良くない言葉や、まあでも結構なんか使う人は多いからさ、まあなんか結構まあ多分周りが使っててそのまま使っちゃうみたいな感じと思う日本人からしたらそうだねであとさ結構さその F ワードってさ結構なんか使い勝手良くない、もうめっちゃって入れたかったらもうそれ入れたらいいだけやん、そうだから多分日本人からしたらもう使いやすいしいやなんていうのその言葉が見つからないときにthat's fucking とかそういうなんていうのそのなんてみたいな言葉に入りやすいと思う、そういうなんかみたいな言葉に使いやすいと思う、でもやっぱなんだろうなその仕事の場と友達とカジュアルなシチュエーション、カジュアルなシチュエーションはファッキング使っていいと思う、全然逆にちょっとローカルな感じが出るかもしれないし、この人チルなんか普通になんか硬くないみたいな感じも出ると思うからやっぱそれも一応なんだろうその日々こうカナダにいるときにこれ聞いたこれ使おうみたいな、ファッキングthat's crazy、that's crazy は結構使う人いる多いな俺もよう使っちゃうな that's crazy とか、反応それだけでいけちゃうもんな、that's crazy みたいななんか言われたらYo that's crazy もうそれだけ My grandma's not doing too well that's crazy まあなんかもう That's crazy はもう結構何でも反応いけちゃうな、それはイカれてる翻訳それはイカれてるまあでもそれはイカれてるよりかはまあちょっとまあもうちょっとカジュアルじゃない、そうだね、結構どんな時にでも使えるような、やべえみたいな感じかな、やっぱ面白いよね英語を日本語に直訳したら、なんか直訳しても意味わかんないっていうのがある、ちょっとわからんのとかあるけど Do you know what I'm saying?あなたは私の言ってることを知ってますかみたいな理解できてますかみたいな You know what I'm saying? みたいな、結構使う人もいる、やっぱシチュエーションによって違うかな、そうよな結構まあそうよなだからもうフレーズごとで覚えちゃうのがやっぱりいいよな英語はな、もうそれフレーズでもうこの時にはこのシチュエーションにはこれを使おうみたいな感じで、やるのが俺はすごいなんか英語がすごい伸びたなって思う。そうだね、あとねたまに適当でいいと思う。特に白人とかネイティブカナディアン
特にマジ会話意味わかんない時ある俺も。でも本当にノリでなんていうの会話を生かすっていうか終わらせる、例えばなんかアメリカ行く時にガスステーションでなんかカナダ人ですか Are you Canadian? って言われて、それでまあ会話し始めるの、そのポートランドの白人の方と、でそれでなんか適当に今オレゴン州はこうなんだ。Oh, I've been living in Kansas and I moved to Oregon because the housing is cheaper. Oh, and そしてどうやってこの会話を終わらせるのかっていう結構あるじゃん。そのグッバイみたいなもうちょっと気まずいしみたいな。そうやな、ちょっとちゃうな。そしたらなんか僕がよく使うのが I guess that's the way she goes って適当にノリで言えばなんかみたいな感じで、I'll see you later って言って会話を終わらせる。本当に適当、マジ意味ないから That's the way she goes とかThat's how life will treat you とかそういう適当な言葉を入れてやっぱ会話を終わらせたかとか、なんか返答何を言えばいいかとか、ノリが大事だと思う、そうよな。やっぱなんかノリで喋っていかないとちょっとずつなんか間が空いちゃうしな、その会話と会話のな、でも適当に多分俺なりすぎる時もあるそう真面目な質問聞かれて Oh, that's crazy ってなるとちょっと恥ずかしいかもしれないでも本当になんかこっちのバンクーバーってアジア人多いじゃん、アジア人はやっぱアジアからのカルチャーとかも持ってきてるわけだから、特に中国人が多いけど、なんか知らん人と会話するっていうのがあんまなくて、でもこっちのカナダ人の白人の方はやっぱ会話っていうのは結構なんていうのカジュアルにできる、でも本当におちょくりっていうのが多い、なんかトローリングみたいな、そしてなんか僕サーバーやってて、なんかサーバーで特に白人の家族が、白人パパめっちゃ言いたから、そうなんや。Oh, are you guys doing okay? って言ったら No! We're not doing okay. 多いな、白人の人な。白人のパパようするな、それな。めっちゃするよね。白人パパも。Oh, sorry みたいな。いや、そう、それな、なんか日本人受け取られへんねん、そのジョーク。そう。やっちゃったみたいな。そう。毎回ビビっちゃうねん、俺それ。俺最近慣れてきたけど。それも乗った方がいい。それ。I guess I just gotta quit my job now. そう。そっちも、それ言えたら、それ言えたらかっこいいよな。かっこいいと思う。多分それ言えたらもう結構英語のレベル高いと思う。そのあっちの白人パパのジョークにジョークで返せるぐらい。マジ白人パパ本当に、なんかわけわかんないの。なんだっけなんかOh, what brings you here today? We're celebrating, my mother's birthday. I hate her to death. なんて言えばいいの？お母さんマジ嫌いです。まずいな。みたいな。おー普通の人でもちょっと困る時もあるし、なんか実際に困るのを見たいっていうのもあると思う。あるんかな。おちょくりっていう、なんていうの。でもやっぱりそれは乗って、やっぱ合わせた方がいい。俺も最初の時、日本から来た時はめっちゃ謝ってた。I'm so sorry みたいな。そう、マジで。謝っちゃうよな、そんなんな。ちょっとなんか合ってないな、みたいな。分かってないなって思われるかもしれないけど。ほんで白人パパ顔の作りがうまいねんな。ほんまに怒ってるかと思うもん。ほんまに怒ってると思う。ごめんっつったら、ソーリーっつったらや。もうなんかあっちも、ははみたいな感じの。どっちやねん。いや、白人パパマジで。あの英語は、日本で学べない。あれは学べない。あれ日本で無理。無理。あれはもう経験よな。東大のもう英語の教科をもうフルタイムで取ってる人も無理だと思う。あれは無理だ。あれはもうなんかカルチャーよもうな。ノリというかな。日本でないでしょ、日本人のパパが。マジサービス悪い。言わねえだろみたいな。言わんな。なんかそのやり方が違うよな、ボケ方がとか。そうだよ。めちゃめちゃボケられる。それ結構大変だと思う。日本人からしたら。そやな、やっぱそのボケにもう一回乗せれるぐらいまでいったらもうほぼネイティブって言っていいな。そうだね。でもやっぱノリが大事だと思う。合わせるのが。そう、でもせやな、なんかそのノリに合わせれたらな、あっちも笑ってくれるしな。笑ってくれる。そう、なんか俺一回キャンプしに行って、で、それはキャンプサイトみたいなところで、で、そのキャンプサイトを先に白人のおじいちゃんおばあちゃんがいっぱい使ってて、で、なんか俺が、なんかその後を待ってたんですよ。友達たちで。そこが開くの待ってて。じゃあ白人のおじいちゃんおばあちゃんたちが、もうなんか、いっぱいもう余り物をめっちゃくれ出すんよ。で、それでもうなんか、
いっぱいくれるから、もういいって言ってるんやけど、じゃあもう、それでもあげる言うから、じゃあ、おじちゃん杖ついてるおっちゃんおって、その杖ちょっと火に燃やしていいっつって、もう盛大にボケたんよ。そしたらあっちもめっちゃなんかキレてきて、うわ、やっちゃったって思ったらそのキレてるボケやった。ほんまビビった思って、俺もう頑張っちゃったんよ。もうそのスティック使っていいかみたいな、火焚きたいから使っていいかって言ったら、あかんに決まってるやろみたいな感じで怒られて、うわ、やっべえ、やっちゃったかな思ったら、じゃあスキリン、もうやめてって、もうそのボケ返しがね、恐ろしいよな。そう。で、そのおっちゃん80歳ぐらいやねん。80でそれできるかって思って。いや、もうなんか怖いわ。いや、めっちゃボケてくる。本当に、もう注意。カナダ来るときは白人パパ白人を絶対ボケてくる。そう、白人パパに注意してっていう動画で今日そうとりあえずノリ乗った方がいい。そやな。あとなんかボケを自信満々に言った方がいい。うん、意外と大丈夫やもんな。意外と大丈夫、意外と大丈夫。これ言ったら失礼かなとか、まあ日本人のレンズからしたら多分もうすぐ区別分かる。だからどんどんそのボケとかした方がいいと思う。やっぱその方が笑い起きるしな。面白いよな。そうなんか友達にもなりやすいし。あとコンプリメントいっぱいなんかその知らない人が、いい靴とか履いてたら「Oh, I like your shoes」って一言言うのもやっぱ自信つけるっていう行動がいいと思う。例えば知らない人に声かけるっていうのがある。やっぱこっちとか普通に歩いてて急になんか知らん人から「I like your jacket」とかあるなんかあるのがやっぱそれすごい素敵やなって思うな。日本じゃあんまりないもんな。日本で靴かっこいいですねみたいな言ったらいやでも俺言っちゃうかもしらん。知らん。どこで買ったんですかみたいな。そやな、日本でそういうことをコンプリメントとか急に女の子にしたらちょっとな、多分無視されそう。またナンパやって思われて。そう、俺もあったもん、一回。なんか、夜中の2時、3時ぐらいに。俺2019年だから、全然外国人とかいなくて、まだツアリストが少ない時期だったから、その時に、なんかもう携帯、10年が死んでて、Airbnb までの道が分かんなくて、とりあえず三軒茶屋まで行かないといけないと思って。それで聞いたの、道の「すみません」みたいな、携帯なんか死んでて、ちょっと三軒茶屋まで行きたいんです。絶対ナンパじゃんとか言って絶対ナンパじゃんこの人、ふざけんなよ、帰りたいだけなんだよって無視されて通りすがり、そしたらオーストラリア人、通りすがりにオーストラリア人がいて、俺が「Hey man」っつって「Can you show me how to get to 三軒茶屋」オーストラリア人めっちゃ酔っ払ってたけど、俺めっちゃこのなんかすぐ携帯渡されて「Oh yeah sure」って俺絶対これ盗めるなって思って俺いい人だったから盗まなかった、とりあえず三軒茶屋までってふざけんねナンパしたくねえよみたいななんかなナンパのつもりじゃねえよ。なんかやっぱ知らん人に話しかけるっていうのはなんか、話しかけられた方も多分びっくりするよな。なんか日本でやったらな。そうだね。いや中国も多分韓国も多分そうだと思う。なんかの詐欺かナンパか、なんか宗教とか、宗教っていうかなんかカルト。そうやな。なんかそう思っちゃうよな、急に知らん人から喋りかけられたら。そうだね。多分男から男やったらギリいけんのかな多分。あるね。なんかおい服着てるやんみたいな。そうだね。それぐらいやったらいけそうやな。あと外人から例えば白人の人から急に声かけられたら多分、外国人だからみたいな、止まると思う。全然大丈夫と思う。俺みたいな人だったらこいつ何外国人のはずやのにな。そうほんまいろんなこと話したけど、今日はいろんな今のカナダのその仕事のこととか日本のこととかいろいろ話せてありがとう今日も。Thanks for having me. こちらこそありがとうございます。またチャーリーのこの回がすごいいい感じやったら、いい感じにコメントとかもいっぱい来たら、またチャーリー出てくると思うから、みんないいねとコメントしてください。アンチコメントもいっぱい来て。それじゃ、バイバイ。バイバイ。